お世話になっております。マサルです。今回はシェルについて一緒に勉強していきましょう。Linux の勉強をすると必ず出てくる言葉、シェル。シェルとは貝殻という意味なんですが、どうしていきなり貝殻が出てくるのかよくわからないですよね。今日はシェルとは何かがわかるようにお話ししていきたいと思いますので、一緒に勉強を頑張っていきましょう。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りしています。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。今回のテーマはシェルとは何かです。早速結論からいきましょう。シェルとはあなたとカーネルの通訳係です。ユーザーであるあなたからの命令をシェルが受け取って、シェルがその命令をカーネルに伝えてくれています。詳しく見ていきましょう。シェルについて調べるとこんな画像が出てくることがあります。シェルとは貝殻のことで、 OS の核であるカーネルの周りを囲っているこのような図です。ちなみにカーネルとは過去動画で説明しましたが、 OS の核となる部分でしたよね。少し復習しておきましょう。カーネルは車でいうとエンジンのような役割と言われたりします。車はエンジンだけで運転手を運ぶことはできないですよね。タイヤとかハンドルとかシートベルトとか様々なものが揃って車として人を運ぶことができるようになっています。 Linux ディストリビューションは Linux カーネルを核として OS として利用できるように様々なソフトウェアなどをパッケージ化した製品のことを言います。なのでカーネルは OS を構成する一つだと言えますね。カーネルについてなんとなく思い出せましたか？では話をシェルに戻していきましょう。ディストリビューションの中にシェルという項目があることに注目してください。 OS を構成する要素の一つがシェルです。もしシェルがなければユーザーが特定のコマンドを実行しようとしても、カーネルはそのコマンドを理解することができず、もちろん実行されることもありません。そこでシェルの出番です。シェルがユーザーとカーネルの間に入って通訳のような役割をやってくれます。流れで見ていきましょう。ユーザーはコマンドを入力します。そのコマンドはシェルが受け取ります。コマンドを受け取ったシェルはカーネルに分かるようにコマンドを解釈してカーネルに伝えます。カーネルはシェルから受け取った要求を実行します。カーネルは要求を受け取って実行します。その結果をシェルに応答します。シェルはカーネルからの処理結果をユーザーに分かりやすい形に解釈して応答します。流れを見ていただきましたが、シェルの役割はまさにユーザーとカーネルの通訳係という言葉がぴったりですよね。少しだけ補足をしておきたいと思います。直接ユーザーがカーネルの操作をできた方が効率が良いと思った方もいると思います。ユーザーが直接カーネルを利用しない理由はいくつかありますが、代表的な理由としては、カーネルを操作するには専門的な知識が必要だからです。カーネルは車でいうとエンジンみたいなものとお話ししましたよね。エンジンがどのようにして動いているのかを知りながら車を運転している人はほとんどいませんよね。エンジンの詳しいことを知らなくても運転できるようにハンドルが用意されたり、アクセルが用意されたり、ブレーキが用意されて車を運転できるようになっています。それと同じでカーネルのことを深く知らなくてもシェルを介してカーネルを利用することで、ユーザーは間接的にカーネルを簡単に利用することができるということなんですね。では次にシェルの種類についてお話しします。動画の冒頭で Linux のディストリビューションは Linux カーネルを核にして OS として利用できるように様々なソフトウェアなどをパッケージ化して製品化したものですとお伝えしました。OS を構成する要素の一つがシェルでしたね。車を例にすると、メーカーや車種によってそれぞれパーツが異なるように、
ディストリビューションもものによってシェルが異なります。代表的なシェルとしてバッシュ、シェル、C シェルなどがあります。Linux 試験で優先的に覚えておきたいのはバッシュです。バッシュは最も広く使われているシェルです。Unix 標準のシェルを拡張して多機能にしたシェルがバッシュです。MacOS でもバッシュが利用されています。では皆さん大好きキラーコーダを使って自分が使っているシェルが何なのか確認してみましょう。エコー半角スペースドルマーク0と入力してエンターを押してください。実行結果を見るとバッシュと応答されるはずです。コマンドの内容について現時点で深く理解する必要はありませんが、少し説明をしておくと、エコーは指定した命令を画面に表示してくださいというコマンドです。ドルマーク0は現在のシェルを表しています。なのでエコードルマーク0で現在のシェルを画面に表示してほしいというコマンドになります。その結果、現在バッシュを使っていますと応答されているわけです。次にシェルがやってくれていることについてお話ししていきます。シェルはユーザーとカーネルの通訳係とお伝えしましたが、それ以外にもお仕事をしてくれています。まずは保管機能です。例えば ls コマンドを使って現在のディレクトリ内にあるファイルの一覧を表示して snap というディレクトリがあることが分かりました。 cd コマンドを使ってスナップディレクトリに移動したいとき cds まで入力してタブキーを入力するとシェルがファイル名を保管してくれます。今回の場合、現在のディレクトリにあるファイル名で S から始まるのはスナップだけなので、シェルがあなたが指定したいのはスナップディレクトリですねということで、ユーザーの入力を補助してスナップと入力してくれます。保管してくれると打ち間違いもなくなるので、とてもありがたい機能ですよね。さらにもう一つシェルがやってくれる機能を紹介したいと思います。それは実行制御です。例えば ping8.8.8.8 というコマンドを入力してみてください。このコマンドは IP アドレス 8.8.8.8 に対して通信できるのかを確認するためのコマンドです。実行結果として IP アドレス 8.8.8.8 と通信できていますという応答が返ってきます。この応答は止めない限りずっと応答が返ってき続けます。この応答を止めるのが実行制御です。ユーザーがコントロールキーと C を同時に押すことでシェルに対してこの処理の中断を依頼することができます。このように処理の実行中にいろんな制御をしてくれるのもシェルの役割です。本当にシェルはいろんなことをやってくれてありがたい存在と言えますね。それでは今回のまとめに行きたいと思います。今回はシェルとは何かについて一緒に勉強しました。シェルとはユーザーとカーネルの通訳係でしたね。シェルがユーザーとカーネルの間に入ることで、ユーザーがカーネルの詳しいことを知らなくてもカーネルを使っていろんな処理をすることができるようになります。シェルにはいくつかの種類があります。バッシュが最も広く使われているシェルです。まずはバッシュを覚えるようにしましょう。あとはシェルがやってくれていることを2つ紹介しました。1つは保管機能です。タブキーを押すとシェルがユーザーのコマンドの続きを保管してくれます。もう1つは実行制御です。例えばコントロールキーと C を同時に押すことで処理を中断させることができます。シェルのおかげで我々ユーザーは複雑な操作を効率よく実行することができるということなんですね。少しお知らせをさせてください。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティはメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただくと参加をすることができます。現在は100名以上の方がオンラインコミュニティに登録してくれていて、毎日いろんな交流が生まれています。初学者の方、学生さんも参加大歓迎です。皆さんのご参加お待ちしています。最後におまけトークです。
今回はシェルがテーマなので、ゴースト・イン・ザ・シェルという私が好きなアニメ作品について少しお話をしたいと思います。ゴースト・イン・ザ・シェルとは、近未来のサイバー社会を舞台にした SF アニメです。かなり難しい設定のアニメなので、私には意味がわからない部分も多いのですが、哲学的なテーマも魅力で、時々かっこいいセリフが出てくるんですよね。例えば、世の中に不満があるなら自分を変えろ。それが嫌なら耳と目を閉じ、口をつぐんで孤独に暮らせ。これは私の中で響いたセリフの一つです。Linux の勉強をすると複雑なオプションを覚えなくてはいけなくて、心が折れそうになる時があります。どうしてこんな紛らわしい複雑なオプション作ったんだろうなって不安が頭の中に浮かぶことがあります。しかしそんな不満を感じていても何も前に進むことはできません。世の中に不満があるなら自分を変えろ。相手と結果とそしてオプションは変えることができません。自分が変わっていくしかないんです。このアニメのセリフを思い出して私は頑張ろうと思えたことがあります。ちなみに皆さんはどんなアニメが好きですか？よかったらコメント欄で教えてください。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。